日は、少年党解説シリーズ17ということでございまして、前回まではザッサオを解説いたしました。今回はピューサオでございます。この表記につきましてはピューサオなんですが、アルファベットで書くと P が頭文字に頭文字になりません。ピュという発音なんですが、アルファベットでいうと B になるんですね。これは中国語特有の表現になると思うんですが、北京も英語で書くとアルファベットは B なんですね。ベイジンなんです。日本語で言うとパピプペポの北京ですよね。だから同じようにですね、日本語でピューサオ、ピュー、標本の標と書きます。こう字出てますけど、標本の標、それで手と書いてピューサオでございます。でもアルファベットで書くと BIU になりますね。ピューサオになるわけです。でも表現意味で聞くのはピューサオでもアルファベットは BIU になるんですね。ここら辺は特有の表現になりますのでご理解いただきたいと思います。でピューなんですが、中心から飛び出すというような意味合いになっています。ですからザッサオでこうセオンザッサオでこうしますね。でこの状態から飛び出すわけです。ピュッとこう飛び出すんです。ピュッ、まっすぐ飛び出して、で最終腕が伸びきったらここで止まるわけです。こんな感じの技。グアンサオ、ザッサオ、ピューサオ。これが一つセオンですから、グアンサオ、ザッサオ、ピューサオ。これパンと連続技のように出していただいたら結構なんですけども、まずこの意味合いでございます。まずはこのストレートパンチが向こうから自分の中心に向かってやってきたとします。でそれを下からですね、ストレートパンチを下からこう当てがって、で自分の三角形を通すわけです。こうなることによって相手のパンチはこう外に弾かれます。実際の動画で見ていただいたら分かるんですけども、こんな感じになってます。こんな感じでですね、パンチが弾かれていく。もう三角形の辺によってこう攻撃が自分の中心に向かってきて攻撃が中心から外されていく。こういう感じで力がこう出てますからね、こう弾かれていくわけですね。中心以外のところにこう弾かれていく。こう中心で打ってるはずですが、この三角形がこう来ますので、これに沿ってこう弾かれていく。中心を外れていくわけですね。こう溝落ちにこうきっちりはまってるわけですね。でここから横にしますよ。この延長線上にまっすぐです。延長線上にまっすぐ、延長線上にまっすぐ戻す。でこの状態からこの延長線上にまっすぐです。伸びきるまでというような技になります。よく似た技で注意差というのがあります。これも同じように出るわけです。これはもうちょっと攻撃的な意味合いも入ってきますが、これ少年党の技ではありません。
これ人教の中で出てくるチャムキューという2つ目の型の中で出てくる技になってまいります。これはもうちょっと攻撃的な意味合いもはまってきますが、少年刀でのピューサオについては、防御的な意味合いと考えていただけたら結構でございます。もちろん攻撃でもどっちでも使っていいんですがね、そういう概念という三角形の理論の中で、使っていくと、相手の攻撃を弾いていくというような考え方で、していただけたら結構かと思います。ですからこの出ていく軌道がこうなんかいがんどこんなん一番よくまっすぐ出ていく、みぞおちからまっすぐこう出発して伸びきるまで三角形、二等辺三角形を作って、しっかりとその軌道上に相手の攻撃をそらす、そういう感じで出していただくのが一番いいと思いますね。三角形ということが少年刀の段階での英春拳の理論、術理と申しますが、三角形の術理を用いて相手の攻撃を弾く、もしくは無力化するということでございます。この三角形の理論通り、このピューサオというのは出さなければならないということでございます。それがなんかこう上に上がったり下に下がったり、なんか脇が開いてこんな感じで出通ったりというようなピューサオでは意味がありません。グアンサオザッサオピューサオ、これが一番自然に見えると思います。この一番自然に見えるのが一番、理論にかなっておるという感じになります。ですからこれが不自然にこうバババッとこんな感じでなんかやってるようなやってないの分からんようなモーションでやってるというのはこれインチキ偽物でございますので、そこら辺かっこよくやってるっていう、そのかっこよさというのは一体何なんでしょうかという感じで、見ていただくのが一番正しいと思いますね。怪しげな少年刀というのはそういうふうな怪しさを持ってやっておる、理屈にかなっていない動きを少年刀の中でやっておる、これが一番良くないですね。理にかなった動きというものを求めておるということでございます。一般的な突きとか攻撃とかというものの運動線や軌道というものと、このピューサオの作り出す運動線というものは、全然違います。いかな攻撃でも弾き飛ばす、外へ弾くっていう、そういう力強さは必要です。しかもそれでスピードも必要です。ですから力が入ってないふわふわしたこの技の出し方というのは全く英春拳の理にかなっていない動きとなります。どんな強い力の突きであっても外に弾いていく、三角形の力で外に弾いていく、こういう力強さはなければなりません。以上が注意点でございます。そこら辺の注意点をじっくりと、吟味した上でこの技をしていただく、もしくは YouTube 動画とか見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。皆様のチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。